Engine for the Life。 車で行こうです。今回紹介するのは16世代目となったトヨタのフラッグシップクラウンです。1955年以来トヨタ、さらには日本を代表する高級車として世代を重ねてきたクラウン。これまでにない大幅なモデルチェンジで話題を呼んでいる新型クラウンの実像に迫っていきます。先代のセダン1車系から一気に4つの車系へと広がった新型クラウンのうち、今回はいち早く発売が始まったクロスオーバーをご紹介します。はい、それではポイントを見ていきましょう。7月15日、16世代目となる新型クラウンの発表会が行われました。ユーザーの価値観やライフスタイルの多様化に対応し、さらにはおよそ40の国や地域で展開されるグローバルモデルとしてクロスオーバー、スポーツ、セダン、エステートの4つの車系が設定されました。いち早く発売となったクロスオーバーはセダンと SUV の長所を融合させたモデルです。台形ホイールを採用して床面高さをアップ、乗り降りのしやすさと見晴らしの良さ、そして印象的なフォルムを実現しています。クロスオーバーは新たにエンジン横置き FF ベースのプラットフォームを採用、質感の高い乗り心地を追求しています。パワートレーンは RS 系が 2.4 リッターターボエンジンにワンモーターと6速 AT を組み合わせる新しいタイプのハイブリッド。その他は 2.5 リッター自然吸気エンジンに2モーターを組み合わせる従来タイプのハイブリッドです。また前車がリアをモーターで駆動する電気式の4輪駆動となっています。トヨタクラウンクロスオーバーの価格帯はご覧の通りです。セダンと SUV のキャラを融合したクロスオーバーモデルとしてどんな走りを目指したのか注目したいですね。そうですね、ということでこの後いよいよ試乗です。 2.5 リッターエンジンに2モーターを組み合わせるハイブリッドモデルを高速道路と一般道で試します。高級車の新しい価値を求め大胆に生まれ変わったトヨタクラウン。今回はクロスオーバー G アドバンスドレザーパッケージに岡崎五郎が試乗します。Engine for the Life。 さあ今日は新型クラウンクロスオーバーに試乗しています。新型クラウン、何から話し始めたらいいでしょうね。まずデザインですかね。このデザインどうですか。これでクラウンですよ。皆さんびっくりしてると思います。従来のクラウンだとどうしてもどんどんユーザーの年齢層が上がっていってしまって、これ以上広がることがない、むしろ少なくなってきてしまっていると。そこで若い人に乗ってもらうためにはどういうクラウンであるべきなのかというのを考えた末にこのような形になったわけです。インテリアはもうこれ相当やはり外観同様ガラッと変わってきましたね。センターコンソールのあたりのちょっとプラスチッキーなあたりは、クラウンなのにちょっとこれはっていう部分もなくはないんですが、ただこの水平基調のダッシュボードであるとか、これ今日は黒ですけれどもホワイト系の明るいインテリアなんかは相当これ新しい時代の、サルーン感というものを、演出することができていると思います。こうして外観が大きく変わったクラウンなんですけれども、でもクラウンっていう名前を名乗る以上はやはりある決まりっていうんですかね、お約束ってあると思うんですよ。もうめちゃくちゃ快適で静かであること、これはクラウンにとってマストな条件です。
ということで高速道路を今ねこうして巡行していて、やっぱり、乗り心地、それから静粛性に対しては相当これ気を使って作り込んできてますよね。でタイヤ21インチタイヤというすごく大きなタイヤ履いているんですけれども、路面への当たり結構ソフトですし、あとは、ゴーっていうタイヤのノイズもかなり低く抑え込んでいます。あとは乗り心地もですね、船のようなゆったりしたそういうふわふわな優しさっていうのかな、快適性ではなくてちょっと引き締まってるんだけれども、でもその中にしなやかさもあるよという、そういう類の快適性ですね。今アクセルをパンと踏んでみますね。はい、こんな感じで結構気持ちのいい伸び感ですね。実はこの後 2.4 リッターターボを積んだモデルも控えているんですけれども、この 2.5 リッターハイブリッドの方でも、実用上、十分プラスアルファの動力性能を持っています。さあ一般道に入ってきました。この高級車にとって僕結構重要なポイントがタイヤの転がりだし、走り始めの転がり感だと思ってるんですよ。それがこの21インチタイヤ入ったクラウンクロスオーバーできてるかどうかっていうと、きっちりできてます。もう本当に一転がりの時から足がきれいに動いている。でそれを支えるボディもしっかりしていないとこの味ってなかなか出ないんですが、その部分がしっかりできているということが少し速度を上げていった時のこういう乗り味なんかにも確実にこう引き継がれてるっていうんですかね、ずっといいままっていう感じがしています。さあワインディングに入ってきました。もうこのステアリングって高速道路走ってる時からすごくこうしっかりした手応えと正確性あるなと思っていたんですが、こういうところ来てもいい感じですね。で 4WS も嫌な感じがないです。すごく自然にスーッと曲がっていってくれます。なんかこう変な癖っていうのがないんですね。本当に自然にピタッと狙ったラインを、トレースしてくれるという、そんな仕上げになってますね。初代から数えて16代目にあたるというこの新型クラウンのクロスオーバーなんですけれども、今までのクラウンがちゃんとこう勘どころとして抑えてきた乗り心地とか静粛性とか、そういう部分しっかりと抑えています。その上で何かこう走る喜びとか、見る喜びとか、そういうものも感じさせてくれる新しい時代のクラウンズを、この車は見事に提示してきたと感じます。はい、それでは安全性の評価に行きましょう。クラウンクロスオーバーこのようになりました。よくできましたですね。そして燃費なんですが、今回試乗会での撮影だったので満タン砲では計測できていないんですが、車載燃費計によるとリッターあたり 18.4 キロでした。このクラスのセダンでこの数値っていうのはやはり大したもんだなと思います。ともちゃんどうですか？はい、後席に乗ってみたんですけど、21インチのタイヤだった割には、優しい乗り心地でしたし、あと静けさもありましたし、居心地の良さはクラウンだなって感じしました。そうだね、本当21インチってすごく大きい、ゴツゴツしがちなんだけどそれを抑えてる。19インチを履くともうちょっとマイルドになるんだけど、21インチでも全然、これだったらいいよねって感じあるよね。はい、ではここでクラウンクロスオーバーのユーティリティチェックです。まずは後席への乗り込みです。かなりスタイリッシュなモデル、地上高も少し高めています。でドアの開き具合はこれぐらい開いてくれます。でこのヒップポイントなんですが、従来のクラウンよりちょっと高めになってて、スッと腰を落とせる。そしてこの足元、ズボンの裾が汚れにくいドアになっていて、このサイドシールを隠す手法は SUV っぽいですよね。そして膝周りの空間、やはりクラウンというだけあって相当広く取られています。身長162センチの私でげんこつ5つ、そして頭上もこのゆったりと座った姿勢の状態でげんこつ2つ入りました。そしてアームレストもここについていて、引き出していくとここにドリンクホルダーが2つついています。
さらにもちろん足元にも快適装備がありまして、ここにエアコンの吹き出し口ですとか、あとはここご覧いただきたいんですが AC100V 1500ワットのコンセントついてましたね、ラゲッジスペースです。このように、ハンズフリーオープン対応になっています。はい、蹴るようなキックするような動きをすると開いてくれるんですが、トランクリッドも大きく開いてくれますし、あと開口部これぐらいですね。そして横方向も奥行きも結構しっかりと取られていて、この辺りもいいですね。壁面を見ると AC100V のこのコンセントがここにもついていました。そしてさらに実用面を見ていきますと、このトランクスルー機能がついているので長尺物を載せられますし、トランク容量自体は450リッター、ゴルフバッグは3つ搭載できるそうです。4個は積めないけど3個だったらいけるよっていうことなんでしょうね。はい、いやこれね、セダンとしてはなかなかよくできてると思いますね。そうですね。はい、この後はメーカーの開発担当者の方にお話を伺ってます。はい、それではチーフエンジニアのサラダさんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、サラダさん、今回のクラウン変わりましたね。そうですね、クラウンって一番変えちゃいけない車だっていうふうにね、僕いろんなトヨタの方から聞いていたんですけれども、変えづらい車だって。僕ら自身もやっぱり変えていいんだろうかっていうのをずっと悩みながらやってきて、実は先々代ぐらいから本当にこのままでいいんだろうかっていう議論はやっぱりあったんですね。そんな中先代のマイナーチェンジという、提案をさせていただいた中で、本気で考えてみろというメッセージもありましたけども、社長からね、はい、そこをある意味本当にきっかけいただいて、そこからはですね、みんな一丸となってやっていった感覚ですので、びっくりしたのはクラウンが4種類も出たぞっていうことだったんですね。これ狙いどんなところにありますか？はい、最初のクラウン、まず一番最初に出るのはこちらのクラウンになるんですけども、これは本当にゼロから考えて、今いい車とはっていうところがもう乗り降りのしやすさから始まるんですけども、その中でやってきた中で、これ正直な話を言いますと、その途中で改めてセダンを作ってみないかというふうな社長からの問いかけもあってですね、そうなってくるとやっぱり今の時代、その答えは一つではないではないかと、これだけ多様化した時代の中でお客様を、とってのフラッグシップ、それはいろんなライフスタイルにお答えすることでもあるという考えのもと、調子に乗ったと言われたらそうかもしれないですけどもこんな形もあるんではないかというふうなご提案申し上げてやってみようかというところから始まったんですね。今回 FFK ベースの電気を使った四輪駆動になりました。ガラッと変わったんですけれども、ご存知の通り今電動化も進み、モーターというパワートレーンも追加されている中で、改めてそういう駆動系にこだわらないクラウンの走りを少しやってみようじゃないかということで、まずはもう本当に車を作ってですね、そのポテンシャル、この先にクラウンという答えにたどり着けるんだろうかみたいなことはけんけんがくがくやりまして、もうそこからはやっぱり車を使っての会話っていうのは本当に大事でしたね。でその中で最初大丈夫だろうかって言ってた、本当に昔からクラウンを知ってるメンバーがこれならいけるというふうな、コメントが少し変わり始めてから、もう一気に加速していきました。なるほど。これお客さんからの反応って今どうですか？これもう今回改めて思ったんですけども、ここまで反響が大きくなるとは正直思ってなくてですね、ただ本当にありがたいことにいろいろなお客様からお声もいただきますし、ウェブとかでもいろいろ情報を出させていただいてますけども、そこをもうご覧いただいているお客様の数の多さといいますか、そういったことに驚いてます。で今度のクラウンは今までのクラウンと違ってグローバルに海外に出ていくわけですよね。特にアメリカなんかは新しいジャンルの車という捉え方をされていまして、またこれからアメリカでも市場等をやっていきますけども、そこで本当にお客様の生の声
ということをやっぱり聞いていきたいなと思ってます。今後クラウン楽しみにしてます。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではクラウンクロスオーバーの評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸。これは人事ではなく自分事で考えられるクラウンということなんですね。これどういうことかというと、今までのクラウンっていい車だな、試乗して仕事で乗ると快適だな、乗り心地いいな、静かだなっていうふうに車としては僕は評価していたんですけれども、自分が買う車としてはどうも見られなかったんですね。なんか親戚のおじさんとか知り合いの社長さんとかが乗ったらいいんじゃないのっていうふうに人事で評価していたんですが、今度のクラウンはやはりこのデザインなんかも含めて、これだったら自分のライフスタイルに取り入れられる可能性があるなと、そんな風に感じさせるものになった。つまりやはり世代交代を進めていく上でこういう変化っていうのはやっぱりね必要だったんだと思います。で×、これはですねフォーマルなセダンを求めている人にはマッチしないんだろうなと思います。これだけカジュアルなデザインですから、やはり後ろの席に乗る運転手さんに運転してもらってとか、そういう用途には向かない。ただしやはりトヨタはそこら辺分かってるんで、セダンというものが出てきます。これおそらく見る人が見れば大体分かるんですけれども、今の未来ベースなので燃料電池になるかハイブリッドが出るかっていうのはちょっと分かんないんですけれども、そういうフォーマルなものもこの後控えているよということです。はい、私は丸なポイント。これはディテールにこだわりを感じさせるスタイリング、そして乗り心地と安定性をバランスしている点がいいなと思いました。伸びやかなサイズ感を生かしてこれまでのクラウンにない洗練されたスタイリングは、一般の皆さんを振り向かせるエネルギーを感じさせる車になっていました。そして足元にたくましさを感じさせる21インチタイヤでも乗り心地の良さとカーブでの安定性をとてもよくバランスしていたので、このあたりも好印象でした。そしてバッテン、これは左サイドの車幅感覚がちょっと捉えにくいかなと。例えば運転席からのこれ直接視界の話なんですけど、車体を路肩に寄せるときにギリギリってどの辺かなって探りながら寄せるじゃないですか。そうするとボディサイドの位置が把握しづらいんですよね。なので心配な人はパノラミックビューモニターをついているモデルかオプションでつけることをお勧めしたいなと思いました。モニター上で確認ができます。そうだね。はい。ということで2人の評価がこのようになりました。Engine for the life. さあ今回はクラウンクロスオーバー取り上げましたが、ともちゃん改めてどうでした？はい、クロスオーバーって違った種類のものを組み合わせるユニークな車だと思うんですけど、そうした意味ではこの4つの車系の中では一番デザインで見せる車でもあるのかなって思いました。そうだね。でそれをあえて最初に投入してきた。でこれで話題を盛り上げてっていうのもさすがうまいなと思うんだよね。で中にはこれはクラウンじゃないよと、これにクラウンっていう名前をつけるなんて俺は許せないみたいな結構コメントも掲示板とかでね SNS で見てるんだけど、僕は豊田章男社長にやっぱりこれ違う車にするって選択肢なかったんですかって聞いたら、岡崎さん何言ってんの、クラウンなんていう名前をなくすわけないじゃないと。そうですか、やっぱクラウンとカローラっていうのはトヨタにとって重要ですよねって言ったら、いやもうたとえカローラがなくなろうともクラウンだけは絶対になくさないっておっしゃっていたぐらいトヨタにとってはすごく重要な車なんだよね。逆に言うとそのクラウンを時代に合わせてアップデートしていつまでも作り続けたい、提供し続けたいっていう強い思いが今回のこの大胆なモデルチェンジにつながったんだろうなと思います。でこれバイカラーじゃない、相当派手じゃない、でもともちゃん色の選び方によっては結構これオーソドックスに見える色もあったりするよね。そうですね、一色のモノトーンモデルなんかはすごくクラス感も感じましたし、あと五郎さん言ってたみたいに白いインテリアのモデルもすごく素敵な雰囲気でしたよ。そうだから白の、シングルトーンなんかだとここまでアクは強くなくて、どっちかっていうとエレガントな感じでスッと馴染めるみたいなものもあるんで、結構ねこのバイカラー見てちょっと引いちゃった人なんかはホワイトのシングルトーン見てみるのをお勧めしたいね。そうですね、あとは 2.4 リッターターボ、これが出てくると多分きっと高性能だからこういう派手なねカラーリングも似合うんじゃないかなと。早く乗ってみたいですね。それではまた来週お楽しみに。旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、
再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。Engine for the Life